皆さんこんにちは、カズラムチャンネルです。今日はですね、口松港ターミナル抜けてイルカウォッチング来ました。そうです、イルカをドローンで撮りたいっていうのもありまして、南島原まで来ました。あの船でイルカがいるとこまで行って上空からドローンで撮ってみようということでやっていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。いや、こんな綺麗なターミナル、めちゃくちゃ綺麗です。なんと2階には展望台があるということでちょっと行ってみたいと思います。展望テラス案内してもらってます。山さんありがとうございます。いや、こら景色最高。お、ここから一望できます。これドローン飛ばさんでいいね。飛ばして飛ばしていや、景色めちゃくちゃいい。ガラス張りで、あの船でイルカウォッチング行くよ。イルカさんおるかね。イルカはいるか。今となとりあえず動画です。今日よろしくお願いします。シャートベルト対岸の熊本県天草が見えてきます。ちょうど有明海潮の流れの出入り口となっているところです。流れが速くて身の締まった美味しい魚が集まってくるというのが一つ目のポイントです。さあ、いよいよ出港です。行きます。
というわけでいかがだったでしょうか。まさかあんなにたくさんのイルカさんたちの姿を撮影することができるとは全く思ってなかったんですが、南島原イルカウォッチングのツアーガイドの方もこんなたくさんにイルカが見れるのは年に何度かしかないということをおっしゃってました。しかも一斉のジャンプもすごかったですね。追い込み漁みたいなことをやってるんじゃないかとガイドの方もおっしゃってましたが、小魚が一切映ってないのでただ単に100頭一斉ジャンプをしてくれたんじゃないかと、もしかしたら取ってって歓迎してくれたんじゃないでしょうか。そしてこの時使用した機体は沖合で着陸時につかみやすいファントム4を使用して帰りの際にマビック3にて撮影しました。そこで気づいたのが画質の違いは当然あるんですが、操作感はマビック3の方が圧倒的に滑らかに見やすい映像が撮りやすいと思いました。ファントム4プロはどうしてもちょっとカクカクしたような動きが出てしまうため、ゆっくり操作していても見やすく滑らかな映像を撮ることが難しかったです。どちらにしてもこれだけの撮影ができたっていうのは本当にドローンをやっててよかったなという一日でした。南島原イルカウォッチングスタッフさんのご協力もあっての撮影が可能になりましたので、本当に今回はありがとうございました。また改めて次回は暖かい時期に家族で南島原訪れてみたいと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。